れをうまく理解して使えないと勝てないです。このグローブまで意識を込めればいいです。ちょっと待って、本当によし、行くぞ。はいしはいしよし、来い。すいません、違うな、結構。すいません。はい。はい。これ全然グローブちぐはぐなやつつけてそう何してんすか？グローブいろいろあるんですけど、はいちょっと打ち方の研究してて。はあ、打ち方、はこの素手とこのグローブ、このボクシンググローブって多分こういけばこういくほど感覚違うと思ってて、そうですねこれでどうやって威力出すのかっていうのを今研究してたんですけど、い。は難しいです。はい、できなかったっす。い、素手の方が威力が高いってことですか？そうですね。僕なんかは素手の方がやりやすいです。ああ、なるほど。でもキックボクシングとかボクシングの選手はもちろんこれつけてるんで、どうやって威力出してるのかなって思うんですよね。ああ、なるほど、はい。こうグローブをつけてる時の威力の出し方が知りたいなみたいな。知りたいですね。どうしたらいいですかね。なるほどうしたらいいの？ど。そういう時はこの人でしょう。はい、ということで教えて菊野先生のコーナーということで、小城さんと友樹さん、またね、武道に関して格闘技に関しての疑問浮かんでましたね。はい。このグローブでパンチ打ってみたんですけど、やっぱ全然違うというか、あんまり威力が出ないのが悩み。あやっぱ打たれてみても、なんかすごいふかふかだったんですよね。はい。ー、見るからに素人目から見てもそう見えますもんね。これは解消は可能なんですか、先生？そうですね。僕もね、うん、めちゃくちゃ悩んだことですよ。あ、そうなんですね。今まで倒せてたものが倒せなくなったりするわけですよね。あグローブでね。あ、はい。すごくね、僕はその時はまだね、研究は進みませんでしたけども、今だったらね、もうちょっといいアドバイスできるかと思います。わ、これもう武道をやってる方もそうですし、もうグローブで格闘技やられてる方もこれめちゃくちゃ興味あると思うんですよね。そうですね。はい、ちょっとお願いします。そうですね。グローブって何ぞやっていう話ですよ、まずね。おー、クッションですよね、クッション。武術的に言うと、遊びって言ってもいいですね、遊び。ほー、この骨がこうあって、はいここにこう、クッションがあることで、このエネルギーがここで一回吸収されるんですよね。はあ、は逃げちゃうというか。あ、はい。だから相手にこのエネルギーが伝わりづらくなってしまう。だからこそね、このグローブが役に立つというか、大怪我しないように、まあそういうことですよね。硬いものも当たらないし、重さがちょっと減るというとこうん。ろ。でもその代わりこのグローブっていうものは、このグローブ自体の重さがあるんですね。ここにクッションがあるから、拳をそんなに固めなくても打てるというね、利点があるんですよ。でそうなると力を本当にね、拳握るっていうのはやっぱそれなりに筋肉が収縮するので、ちょっとスピードが落ちたりね、軽くなったりするんですよ。それをもうこの握らない状態でこのグローブの重さをパンパンパンとねぶつけるということをやりやすいというかね、そういう武器として使える利点もあるんですね。と。それが進化しているのはやっぱボクシングっていう競技ですよね。このグローブで戦う技術がものすごい発展してるから、彼らはあまり拳を握らなかったりだとか、本当に速いね、パンパンパンっていうのでね、このグローブの重さを最大限使って戦っているというような技術がね、進化してますよね。はで、武術系の突きっていうのはバネというよりは重さをいかにうまく伝えるかってことをやりますんで、その自分の体の重さを伝えようと思った時に、このクッションっていうね、この遊びっていうのがものすごくこう、邪魔というかね、あ、いや邪魔ですよね、はっきり言ってね。吸収してしまう。ボクシングには向いてるけども、武術的なものにはすごくね、これは難しいものに、ね、なりますね。あと強いて言えばこのグローブの特徴として摩擦が大きいんですよ。こう引っかかりますよね。滑ってこうなかなか引っかからないですけど、はい、これがキュッてこう引っかかるんですよね。はい、そうなるとこの摩擦をうまく使うことで相手に威力を届けれる。例えば顎にちょこんと引っかかるとこうね、引っ掛けるみたいな。そう、力の伝導率は高いんですよね。これ
ね。ちゃんと力が逃げないようにね。あとはそのクッションだからこそこう振動というかね、こう波が伝わってくるというかね、そういういろんな、まあ、特徴がね、なるほどありますね。まあ、でこのねオープンフィンガーグローブになると、はいこれはこれほどはねクッションがないんでね、うんこうもうちょっと握らないとやっぱバキってね怪我をしてしまうおけども、やっぱりここにクッションがあるから多少ねここに遊びがあって重さの伝導がちょっと、うまく伝えられないっていうね状況はありますね。そうだからそこら辺をちゃんと理解してでどうするのってとこですよね。いやもうすでにめちゃくちゃおもれえっすいやグローブについてメリットデメリットがあるんだっていうのがめちゃくちゃ面白いですね。いつも言いますけど、この競技ってルールなんですよ。はいでルール次第で強さの、ね、評価な基準なんて変わるんで、つまりこのグローブっていうのはルールですよ、まさにね。ああ確かにだからこれをうまく、理解して使えないと勝てないですね。うわーグローブもルールだと。もう完全にルールですよね。これをつけて戦わなければいけないという。そうですね。なんか当たり前のごとく思ってたんで。まあそうなんですよね。はいそう当たり前のことなんで、まあもちろんねこれだったら本当は指も使えるけども、当然指は使っちゃいけないとかね。そうだ握るか握らないかだけでも相当パンチの力って変わってくるんで、はい、もう相当そういうちょっとしたことなんですけど、ものすごく戦い方変わりますね。なるほど。じゃあちょっとそのグローブごとというか、ルールごとのなんか効果的な力の伝え方みたいなやつ教えていただけるとありがたいんですけど。そうですね。まあだから武術的に言うと遊びが出るわけですよ。そのここが合体していてもここにクッションという遊びができて、そこでこの重さエネルギーが吸収されてしまうというのが問題なので、ここまで自分の体だったらいいんですよ。まあそうですね。は人は伸ばす縮めない均一っていう条件でつながるんですけども、この手が濃いんですね。まあ自分の手だから意識が濃い、でグローブっていうものはまあ自分の体の外なんで、まあ、意識をあんまりしない、薄い濃い薄いだからここに遊び濃淡ができて一体化が途切れちゃうんですね。はい。だからこのグローブまで意識を込めればいいんですよ。どういうことですか。ドラえもんだったらいいですよ。だからもうグローブまでが自分だと。そう思うだけでまず変わってくるよってことですか。そうですね。人は姿勢動きリラックス意識でつながるので、意識っていうのはイメージだと思ってもらっていいです。なのでここまでが自分の手だとイメージすることで、今までここら辺のものが濃くなってたものが、ここまで濃くなるんですね。もっと言えば余計な濃さが減ってここまでが均一になります。その状態を作れたらここにこの重さが伝わりやすくなります。ちょっと思うだけでねすごく変わるんで。そうなんですね。じゃあ先生実際にその意識を入れてる入れてないみたいなのでちょっと打ち心地の違いみたいなやつをちょっとこう見たいなと思うんですけども、よろしいですか。はい。じゃあまずはまあ一般的なパンチですよね。はい。ボクシング的というかですね、足段の下からのエネルギーをバンと伝える。はい。はい。まあ十分強そうですけどね。それにまあ適したね、このグローブが適してますからね。ああなるほど、ボクシングに適してるからってことですかね。顔に食らったらやばいなと。ああまあそうですね。ドスってなってましたけど。で次が今度は、いわゆるまあよく僕がトーンってやったりするような、まあ、内反地的な突きですね。内反地的な突きっていうのは全身をつなげての。そうですね。手から動くことによって、ここを伸ばすとつながります。なので全身の重さが伝わるという突き方ですね。なるほど。ただし、ここにクッションがあるっていうこと
の状況の月ですね。はいはい、だからそのグローブまではが自分だって思ってないパターンってことですよね。そうです。はい、思ってないパターンですね。わかりました。これ小次郎さんどっちですか？重たいなっていう感じです。あ痛くない。あ、なるほどなるほど。重たいな。わかりました。はいまあ、明らかにこう、重さがねここで逃げてる状態です。そうなんですね。はい。で今度はここまで自分の手だと思って、ドラえもんだと思って、はい僕で言えば例えばここから引っ張られてるよね。はい。グローブが僕を引っ張ってくれるっていう意識でもいいし、グローブまで自分の手だと思っていつも通り打つでもいいですし、要はイメージ、自分がやりやすいイメージでいいんですけど、ともかく均一化するということです。はい。じゃあそれを、ははい。ちょっと待って、本当に本当に強度はねそんな書いてるつもりないんですけど、そうですよね。ここまで誰か小次郎さんやってないですよねこれ。すごくちょっと僕は演技しないですからね。いや小次郎さんしてるみたいな感じでやめなさいよ。してじゃあ連続でちょっとボクシング的なやつ、内反地的なやつだけどグローブまでは意識がいってない、はい、で、3発目内反地的な突きでグローブまで意識がいっている。じゃあ3発連続でちょっとトントントンとはいやってみていただいていいですか？ボクシングはいはい。こんなに差出ます？まあね逃げちゃうんだね。やっぱりお二人とも3発目は逃げてない感じがするってこと？逃げてないですね。重さがズドンときた感じが。はいはい。触れた瞬間に重さがこうなんか衝突した感じが。なるほど。人ってね、思うだけですげえ変わるんですよ。へえ。人ねすごいですよね。なんか怪しい話になりますけど、その心と体っていうのは切り離せないというかね。ちょっと体が変わるだけで心も変わるし、心が変わるだけで体は変わるんで、ここまで一つであると思うことでこんな風に威力が変わってきます。これもう今すぐできますよね。そう、ただし、それを要は思うってこと自体が緊張なんですよ。なので戦ってる最中にそんなことは思ってられないんですね。そんな余裕はない。だから稽古しなきゃいけない。なるほど。当たり前のようにそれがもう無意識化されていかないと実際は使い物にならないです。そうなんですね。じゃあ試合の時だけグローブつけてよっしゃグローブまで俺だって思ってもうまくはいかない。そう普段やってることしか出ないんでね。無意識な動きしか出ないんで。なるほど。無意識がその方がいいと体が心が納得してくれないと出てこないですね。でそのために例えば普段からやっぱりこれをやっとかなきゃいけないし、すごくそこはジレンマですよね。競技に出るとどうしてもその競技にアジャストした技術稽古をしないと勝てない。でもそうなるとそうじゃないものがちょっとねこう、慣れなくなってくるっていうね、すごくそこは悩ましいところですけども、でも勝つにはやっぱりそれにちゃんとアジャストしないといけないと思います。いやーありがとうございます。なんかすごくこう簡単な話かと思ったら実はすごく深い話だったっていう感じでした。いやめちゃくちゃありがとうございます。はい、ということで本日は菊野先生にグローブでの威力の出し方を教えていただきました。誰強道場最高。誰強道場はリアル稽古は毎日、オンラインクラス、アーカイブ動画、教則動画もあり、各地で稽古会を開催。コスパ最強です。詳細は概要欄をご覧ください。絶対に誰でも何歳でも強くなれます。